知識は私たちの生活を豊かにしてくれます。知識は私たちの悩みを解決し、未来に希望も与えてくれます。ただ、ここで大切なことは、全体的な知識が必要ということです。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。この動画を見ていただきありがとうございます。超越瞑想はインドで5000年以上前から伝えられていて、インドやイギリスの公立学校やアメリカの学校でも超越瞑想がすでに導入されています。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。今日は知識の話です。あなたは学校の勉強は社会で使えると思いますか？たまに論争になったりしますが、読み書きやコミュニケーション能力は教わっておいた方が人生は豊かになると思います。でも知識に重点を置きすぎて、それに縛られて自分の生活がつまらなくなってしまうと本末転倒という気がしませんか？そういえば本松さん、元松さんっていう名字の人がいらっしゃるんですよね。本末転倒という言葉を聞くと、本松さん大丈夫かなと思ったりしますよね。しませんか？天の道と書いて天道とか天道と読んで、それもとても良い意味にも取れますよね。太陽神を表すようです。テントウムシの語源でもあるようです。ということで、本松さんは天道さん、神様ということかもしれません。話を戻しますね。今日は知識を離れることについてです。このバガバットギーターの本では、第2章、詩節42から44のところです。この辺は、このバガバットギーターの本の内容的には最初の方ですが、核心部分でもあります。詩節42を読んでみます。パールタよ、ベーダの文字に夢中になっており、他には何もないと断言する愚かな者たちは華やかな言葉を語る。ということです。このパールタというのはバガバットギーターの主人公、アルジュナのことです。彼はクル族の王子で戦士です。弓の名手でもあります。パールタというのはプリターの息子という意味で、この本の中では戦う気持ちがなくなってしまったアルジュナに対して、あなたはプリターの息子なんだよということで、戦士としての自覚を促すためにこのように読みました。この辺はこの本を読めばわかるから解説はいらないかもしれません。でも一応少し解説しました。この時点でなんだかつまんなさそうな動画だなと思う人もいるかもしれませんが、続けますね。次に、ここで出てくるベーダについてです。ベーダというのはインドのサンスクリット語で科学とか知識という意味です。健康法で知られるアーユルベーダは生命の科学という意味です。一般的にベーダというとヒンズー教ですね。超越瞑想はヒンズー教由来の宗教ですかと聞かれますが、詳しくは過去動画を見ていただければと思います。ざっくり話をしますと、超越瞑想は心の奥、潜在意識と呼ばれるところまで遡っていって、やがてそれを超越します。超越瞑想の名前の由来がそこです。そこは言葉がない意識の領域です。すべての源です。宗教には教えというものがあります。教えは言葉になっていますよね。その言葉の源には意識がありますが、その意識を超えるテクニックが超越瞑想です。それなので、様々な宗教のすべての源と言っても良いものです。超越瞑想を実践すると、自分の宗教の教えがより深く理解できるという声が多いというのはそういう理由だと思います。キリスト教、仏教、イスラム教、ユダヤ教、神道、他にもいろいろな宗教に属している方々が超越瞑想を実践しています。
ヒンズー教も同様です。実はこれは今回の動画の核心部分でもあります。知識を離れるというタイトルはズバリそういう表面的に言葉で理解できる知識から離れて超越するという話です。ベーダというのは例えばアーユルベーダがあります。朝早く起きたり、疲れた体を冷やさないようにしたり、逆に怒りに満ちている時にはクールダウンしたり、食事や日中の過ごし方の知識があります。それは毎日を快適に過ごすにはとても役に立つ知識です。私も活用しています。しかしその知識に重点を置きすぎて、それだけを行っていればいいというような勘違いをしてしまいます。確かに気持ちはわかります。毎日が快適になりますよね。しかしそれはどちらかというと逆です。以前、山に山というタイトルの動画をアップしましたが、そこの内容の通り、まずは超越瞑想で心の中に超越意識を定着していくことが先です。逆に言うと、ベーダを知らなくても、超越瞑想を毎日実践していると、自分にとって快適なものの判断ができるようになってきます。そうすると、自然に疲れた時には冷たいものは食べたくなくなりますし、体を温めたくなります。また、怒っている時には冷たいものを食べたくなったりします。アーユルベーダの知識は、こうするといいよというアドバイスとして活用することもできますし、自分の考えと照らし合わせて、自分の意識がどの程度のレベルかの判断にも使うことができます。このベーダというのは、アーユルベーダだけではなく、建築学のスタパティア・ベーダや天文学のジョーティシュなどがあります。また、個人の人生の様々な面に協調を生み出すために必要な祭礼や儀式のことも扱われています。ここでいう協調というのは、人間と他の生き物との協調、人間と自然界の様々な力との協調、人間と天使との協調、人間と天界の神との協調などと言われています。詳しいことはよくわかりません。すいません。どうも。今日はやめとこう。そういう儀式についてですが、協調を求めるために行うので、望む結果は得られるのですが、その時の目的が少し違う人がいるようです。それは欲望に満ちていたり、享楽や権力を得たいと思って、そのために儀式をする人たちですね。このバガバットギーターの施設44では、享楽や権力に深く執着している者たちや、華やかな言葉に自分の思いがとらわれてしまっている人たちの心には、理知の確固した状態が生じることはないと言われています。つまり、いろいろなものの表面レベルでの満足を期待して儀式などを行うために、本当の意味での心の深い満足は得られないとも言えると思います。ベーダの知識は素晴らしいものなので、特に行動に関するベーダの方法を使えば、どんなことでも達成できると言っても過言ではありません。行動に関するベーダの方法は疑いなく、どんなことをも達成するために直接的な道を提供すると、この本の著者のマハリシ・マヘーシ・ヨーギーはおっしゃっています。これはどういうことかと言いますと、表面的な領域については正しいのですが、私たちが本当に求めている悟りの状態、超越瞑想では存在の領域とは異なるものだからです。この世の中は表面に現れている部分や目や耳や舌などで認識できる部分と形に現れていない絶対的な存在と言われる全ての源というものがあります。この絶対的な存在の場、言葉がちょっと難しいですが、意識を超越した状態のことを知らないと、ベーダという知識にとらわれてしまって、それ以外は必要ないということになってしまいます。例えば受験をするときに素晴らしい参考書があるとしましょう。これを丸暗記すれば合格するということで、一生懸命にその本を覚えます。そうすると確かに受験は成功します。また他の人よりも知識が増えたと思います。
しかしそれは受験という狭い領域だけの話です。確かにすごく難しいことだと思いますし、思い出にもなります。他の人にも称賛されると思います。でも本当に良いのは、それに加えて精神性が高まったり、もっと視野が広がるような、他にも応用できるような脳の活性化や精神性の向上もあった方がいいですよね。人間としての深みも増しますし、その人の魅力も増します。またその分野のことだけではなく、他の分野のことも理解できるような知力の向上もいいですよね。知識をいくら入れても、それは表面的なレベルの話です。超越瞑想を実践することにより、表面的なレベルよりももっと深いところであなたが活性化します。今回の動画のタイトルの知識を離れるというのは、表面的な知識から離れるという意味です。素晴らしい人生を過ごす知識は表面的なものだけではありません。超越瞑想を実践することで、海で言えば表面のレベルではなく、海の深いところに行って、そこから海全体を動かす方が、より人生がダイナミックになるということです。はい、今日の動画はここまでです。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのも良いと思います。本日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルです。